こんにちは。お元気ですか？今日は5月20日の水曜日ですね。暑いですね、急に。急に夏日がやってきたって感じ。ちょっと前にね、家でこう履いてるズボン、スウェットのズボンとかをね、七分丈に変えたんですよね。暖かくなってきたから。でもね、もう明日ぐらいには普通の短パン、もうほんと短い短パンにしちゃってもいいかなっていうぐらい、ここ2、3日ぐらいでまた急激に気温が上がって夏日になってきましたよね。普通にしててじんわり汗をかくぐらい。なんかもうエアコンとかつけてる人も結構多いんじゃないかなって思いますね。私はまだつけてないんですけれども、隣のお部屋の人とかはエアコンつけてるみたいで、室外機が回ってる音が聞こえたりとかしますね。まあ私もね、サーキュレーターを扇風機代わりにして、風はね、部屋の中で風には当たったりとか、扇風機的なものは当たったりしてるんですけれども、まあこれくらいの暑さだったらまだ気持ちいいぐらいなんですけど、これ以上暑くなるとね、今度はこう暑さとのね戦いっていう季節になりますよね。いやもうほんと暑い。でもね、その反面やっぱりアイスコーヒー、アイスティー、まああとは生ビールとか、まあ生じゃなくて缶ビールか、お家にいるときはそういう冷たい飲み物がね、美味しい季節になってきますよね。最近ね、結構炭酸水好きで飲んじゃうんですよね。毎日1本の割合でついつい飲んじゃいます。あんまり毎日飲まないようにはしてるんですけれどもね。炭酸水と、あとコーヒーもそうなんですけれども、あの、喉が渇いたから飲むっていうよりも、結構気分転換とか気持ちを入れ替えるために飲むっていうのはありますね。なんかこう気分がすっきりしないとか、そういう時にちょっとこう気持ち的にも、あと体的にもちょっと爽快感があるじゃないですか、炭酸水とかね。その刺激もあるし、それでちょっとドーピングしたいっていうそういうのがありますね。あとはコーヒーはね、別にホットコーヒーとかでもやっぱり味がね美味しいとか、香りが落ち着くとか、まああとはねカフェインが入ってますから、やっぱり飲んでちょっと何十分かするとね、やっぱりちょっと頭が冴えたりとかするんですよね。だから寝不足の時とか、ちょっと体調的に、まあ今日は100% の体調じゃないな、70% くらいの体調だななんていう時もね、結構コーヒーを飲むとその後シャキッとして馬力が出たりとかしますね。まあただね、それで体調が良くなったわけではないので、まあ対処療法というかねなのでコーヒーに頼らないときちんと仕事ができないっていうレベルだと、ちゃんとね土日とかで休みを取る必要がありますね。これ結構気づかないんですけど、私もねその会社員として仕事をしてた時、働きながらこうコーヒー飲みながら働くことがもう習慣化してたんですよね。朝会社に行って午前中仕事をする時にもまず一杯飲むんですよね。でお昼食べて午後またちょっといい頃合い、2時とか3時ぐらいになってきたら、まあ、2時かな、3時だと遅いな、2時ぐらいになるとまたコーヒー入れて飲む。だから午前に1杯午後に1杯必ずこう仕事中に2杯飲むっていうのがルーチンというか当たり前になってたんですね。そうそう、だから自分家からね毎日コーヒーを持ってってたんですよね。朝コーヒーの豆をひいて、それをこうなるべくこうちっちゃい密封容器に入れて、さらにそこにねアイスの保冷剤か、保冷剤を入れて持っていくっていうのをしてたんですけど、さすがにね会社のオフィスでねコーヒー豆をいきなりこうグラインダーでゴリ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 引くっていうのはちょっとそれははばかられるなと思って、でいろいろ味を落とさずに、なるべく落とさずにオフィスでも美味しいコーヒーを飲みたいっていう風に考えた時の私の最適解が、朝家を出る直前に引いて、なるべくこう密封できる容器とかそういうのに入れて、保冷剤で
温度とかも一定に保った状態で持っていく。そうそう、だからちっちゃいパックをこうの中にさらにこうちょっとちっちゃいなんかこう入れてなんかやってましたね。まあちょっとまあいい思い出なんですけどまあちょっと話がそれちゃった。結構コーヒーはねドーパミンとして飲んでることが多いので、結構ねコーヒー飲むとその日なんとなく気分が優れないとか体調が微妙だなっていう時も結構頑張れちゃったりとかするんですよね。でもなんだろでもコーヒー飲まないといつものその10の仕事ができないっていうのはちょっと良くないので、コーヒー飲まなくてもそれくらいはできるっていう状態にしとかないと、やっぱり体調的な問題でね、小さい疲れとか小さな不調とかがね溜まってきててもね不干渉になっていっちゃうっていうのもあるので、コーヒー飲めばすっきりするからみたいなのを習慣にしちゃうと良くないので、何気にねコーヒーをドーピングとして使っちゃっているっていう習慣的にね、美味しいしね、そういう方はねコーヒーの力でもしかしたら頑張れてるっていう状態かもしれないので、ちょっとね体をこうもしかしたら疲れが溜まってるかもしれないので、土日とかは休んでみてください。あれ何の話かなドーピング知らないうちにしてるだけで実は体疲れてるかもよっていうのもあるからお気をつけあれっていう話ですね。まあいいや。そんな感じでね、ちょっとね今日とかもね、私朝起きた時ちょっと頭がもやってだるくて、体調がまあ 70% くらいだったんですけども、だからね今日はコーヒー飲まないようにしようかなと思ってたんですけどね、さっきコーヒー飲んじゃいましたね。それでやっぱりちょっとすっきりして午後も無理せずに仕事頑張ろうかななんて今思ってるところでございます。こう体調が微妙だったのは、もしかしたら急激にこう気温が暖かくなってそれで体調が、崩してるっていうほどじゃないけどちょっとかったるくなったりとか、やっぱねこの季節の変わり目っていうのは自律神経も乱れるじゃないですか。急激にこう気温が変わったり湿度が変わったりとか、あと気圧とかも若干変わってると思うので、だからね体がまだねその外気に対応できていないっていうのもあって、体調は崩れやすいっていうのはあるんですよね。だからこういう時は特に体調崩す前からね急激にこう気温が変わったり、季節の変わり目とかはね風邪ひかないようにとか無理しないようにとかお酒飲みすぎないようにとかねちょこっと気をつけるといいかなっていうふうに思いますね。あとはね私も今この49歳というちょうど更年期の揺らぎ世代っていうのもあるのでね、こうちょっとしたこうその外の要因で体調は崩しやすくなるちょっとセンシティブな年代っていうのも多分あるとは思うんですよね。だから無理はせずに逆にこう頑張るとしたら体調を整えるとかね、戦略的怠惰を頑張る私の得意なね怠惰は得意なんでね、無理はしないとかね、あとちょっとこう散歩とか少したまにはこう歩いた方がいいかななんて昨日ちらっと思ったりしたんですけどね、天気も良かったしこうそよ風も吹いてて気持ちいいかもって思ったんだけど、でも私家にいたいかもとか思ったのでその気持ちを優先しましたねそうそうだから今ね最近こう体調不良というほどでもないけれどもちょっとだけ軽い車酔いみたいなね酔いやすいというかね酔ってるっていうレベルじゃないんだけどもうほんと軽い不定収束みたいのがちょこちょこあるので、そういう時にねもう別に頑張んなくていいやと思ってね、もう私は引きこもりのプロなのでだったらもう引きこもってりゃいいやみたいなねふうに思ってましたね。で年齢とともにねこう若い頃とはね同じ馬力が出なくて当たり前だと思ってるので、例えば29歳と同じ頑張りをしようとはもちろん思わないですけれども、やっぱりこのちょうど更年期の世代っていうのは
年齢が単純にこう上がったからというよりも、やっぱり体がね、更年期、漢字の通り更新っていう字を書きますよね。更新っていう字と年という年後年、年だから年か、期っていう風に書くので、無理やりこうポジティブに考えれば体がねこうアップデートする時期でもあるのでその不安定な時期なんですよね。体が中をこういろいろ変えようとしているというかね、時期なので、そういう不安定な時期に無理してもしょうがないかなっていうふうに、ある意味ねそれを免罪符にしてちょっとだらけてもいいし、引きこもりを楽しんでもいいかなっていうふうに思いますね。自分頑張れなかったって思っても、頑張らない方が戦略的怠惰としては正解かもしれないなとかね、そういうふうに思ってもいいのかなって思ったりとかしますね。で49歳の今と、例えば10年前ね39歳の時のことを考えると、単純に10年こう体が若いからっていうことだけじゃなくって、やっぱりね体がちょっとこうちょうどこう変わっているその過渡期、体に対してもこの生理が終わって女性ホルモンの出る量とかがこうもう出ませんというか、ゼロじゃないけど ほぼ出ませんみたいなね、卵巣で作りませんみたいなねそういう時期にこう入れ替わる。だから今はね少しまた女性ホルモン出たりまた出なくなったりとか、そういう風な時期なのでちょっと体調がこうなんていうかはっきりしなくてもしょうがないかなと思ってるんですね。でこの閉経とかしてこの更年期っていうのが落ち着いたらね、もしかしたらねすごい元気になっちゃうかもしれないし、それはその時やりたいことやりゃいっかみたいなね、今は今やりたいことをやってりゃいっかみたいな感じですね。で実際女性とかだとね更年期が終わって女性ホルモンとかがねあんまりもう出なくなると元気になるおばさんっていうのがいるって聞くじゃないですか。で単純にね年齢とかはこう重ねていって、55歳とか60歳とかそれ以上になったりとかはするけれども、更年期の揺らぎ世代のこの不安定な自律神経の乱れとかもなくなっているし、あとは単純に女性ホルモンが出なかったことによって相対的に男性ホルモンの方がこの優位っていうかバランスですね。バランス的に女性ホルモンがなくなったから残ってる男性ホルモンの方が結局こう強くじゃないな、男性ホルモン優位な感じになって女性ホルモンもう全然出なくなったからね。そうすると結局男性ホルモンってね結構活発なことをするホルモンじゃないですか。このやる気が出たりとか活動的なね。なのでそういう意味でいわゆるこのおばちゃんになったらちょっと意外と元気になっちゃうっていう現象がね起こったりもしますよっていうのも聞いたりとかするので、私がねこの閉経した後55歳60歳とかなった時、少し男性ホルモン優位になった私はどんな感じのおばちゃんになってんのかなっていう風に想像したりするとちょっと面白いですね。その時また元気にね活動できるように、最低限の健康はね保っておきたいななんて思いますね。それで言ったらね、逆に男性は男性はね女性みたいにこの更年期っていうこの短期で一気に性ホルモンが減るとかね、そういうのはないんですけれども、男性の場合はすごくゆっくり男性ホルモンが減っていくわけなんですよね。女性はね閉経前後の50前後にね女性ホルモンがガクーンとねこう減るから体もパニックを起こしていろいろ更年期の時期にこう体調不良が起こったりしますけれども、男性の場合はねこう徐々にこう年齢とともに男性ホルモンが
減っていく感じになるので、女性みたいな分かりやすい変化ではないかもしれないですけれども、ただ男性ホルモンは減っていくんですよね。そうすると相対的なバランスは女性ホルモンが増えてくる、総量が増えてるわけじゃないんですけども、男性ホルモン女性ホルモン、分かりやすくもう2つにしちゃうと、男性ホルモンが減って女性ホルモンの方が総量っていうか体の中のバランス的には多い風になるわけですよね。そうするとどうなんだろう、男性の方は少しこうカッカしてた人が穏やかになったりするのかな。あとはすごく情緒的になったりとか、こう仲間内でこうなんていうか人とのこうコミュニケーションが前よりも楽しくなったりとか、そういう方面の楽しさに芽生えたりとかするんですかね。そうそう、そんなことを思ったりとかしましたね。あとね、こうやっぱり39歳の時はまだ年齢的にね、この動物としてまだ若いから全然元気に動けるとかね、そういうのもありましたけれども、やっぱり気持ち的にはね、この40歳になっちゃう、40手前だっていうね、なんかこのもう明らかにおばさんの中年期に入っていってしまうっていうね、その怖さみたいのはありましたね。もともと39歳とか38歳でも十分ね、もう若いっていう年齢ではないので、ここでいう若いっていうのはね、なんていうか若い女ですよ。生殖活動が一番こうできる若い女、20代とかね、そういう年齢ではなくなってくるので、そういうこう不安というかね、切なさ寂しさとかね、そういうのはあったかなっていうふうに思いますね。単純に見た目がね老けてくるっていうのはね、なんかねすごくこうはぁっていう部分がありますからね。それに比べて私が49歳の今、あと1年弱ぐらいで50歳を迎えるっていうとね、40代から50に入るっていうところに対しては、そんななんていうか、そういう39歳の時に感じた30代を飛び越えて40代になるっていう時に感じたものよりも、その不安というかね、おばさんになってしまう、おばちゃんっていうかもう特におばちゃんになってるんで、40代の10年の間にこのおばさんというものを結構ね時間をかけて受け入れられてるのかな。だからもうね49も50も変わんねえなみたいなね、そういうのはありますね。逆にもうこれくらいの年齢になると、なんかねこう数字的な年齢というよりも結構もうね個人差がはっきりする年齢になってきたので、あんま年齢関係ないなっていうか、そうね、50歳と60歳、さすがに10年空くと、そこそこ関係はあるけれども、やっぱね、こう、50歳でも40歳に見える人もいれば、逆に40歳でも50歳ぐらいに見える人もいるっていうね、そのね、個体差が結構、そういう年代にねがっちり入ってきたので、あんま関係ねえなみたいなのはありますね。そうそう、だからそういう意味ではそういう年齢のね見た目とかそういうのをこう飛び越えて気軽になったみたいな、それがねまだ20代の例えばね39歳とかだったらね、この見ようによっては体のスタイルとか、あとは顔の感じとか、そういうのも見ようによってはまだ20代とかねに見えるかどうかわかんないけど、なんかそういう可愛さというかね、この綺麗さみたいのがあるじゃないですか。体がまだ若いことによるなんていうか、こうなんかこう生命エネルギーから来る美しさみたいなね、そういうのはありましたけども、今はねもうそういうのじゃなくてどっちかっていうとこの人生の熟練度が出るその生活習慣とか普段の姿勢とかの相対性、その人の熟練度が出る年代になってきたので、もう年齢という数字はねあくまで記号にだんだんなってきたなと。
そうそうだから50歳も55も変わらないっていうかね、ほんと個人差というかね、まあ10年違えばある程度はね、あれだけどっていう感じになってきたなっていうのは思いますね。まあある意味、この若さというこの鎖から解き放たれて自由になってきはしますね。さあこれからおばちゃんを楽しもうみたいなね。なんかこう、見ててすがすがしいおばちゃんになろうみたいなね、そういうのはありますよね。こう思いっきりこうおばちゃんを楽しんでる可愛いおばちゃんにねまあもしくはこのそのなんていうかな、年輪がかっこいい年輪のおばちゃんになりたいなっていうのはありますね。まあ今から頑張ってもっていうか、若い頃からの積み重ねだから年輪って、まあ今から頑張ってもみたいなのはあるんですけどまあそんなことを思ったりしましたね。まああとはね、昔だったらね、私50歳、昔の時代、例えば江戸時代とか、まあ、もしくはこう太古のね、あの石器時代とかずいぶん昔行ったな、そういう大昔とかだったら私50くらいで死んでるだろうなっていうふうに思ったりとかするんですよね。単純に体が衰えて、今みたいにね、老衰で死ぬ、こうヨボヨボするまでいかなくとも、単純に25歳の時の運動能力とかそういうのよりもこう少し衰えた今は、例えばこう、単純に動物に追いかけられてあっさり死ぬとかね、この弱い個体として狙われてすぐ死んじゃうとかね、あとは単純に木登りして足を滑らせて落ちて死ぬとか、もしくは死んでなかったとしても、ちょっと怪我をしてしまったりとか、ある程度こう体力がなくなってきたりとか、そういうので群れのね中で少し足手まといになってきてしまったら、なんていうのかな、昔はもうそんなこう今みたいな複雑な感情とかなかったと思うんで、当たり前のように群れからこう離れて置いてかれて死ぬっていうかね、それも多分本人もそれをこうひどいとかそういうふうに思わず当たり前のようにね理解してやってたとか、そういうのはあるかもなっていうふうに思ったりとかしましたね。だから大昔の太古だったら、まあ50歳とかなる前に死んでた。あとは食べ物とかそういうものとかのあれで、もしかしたらこう50歳でもここまで元気でなかったかもしれないし、あとは若い時とかでもね、ちょっと怪我しちゃったら、この足とか怪我しただけでもうそれで群れからこう置いてかれて死んじゃうとかね、そういうの全然あったと思うので、あとはこうよくこの太古の時代とかね、こう最近分かってきたことだと、一番多かった死亡の原因はね、人間同士で殺されたとかね、そういうのが多いっていうのもあるので、そういうふうにね、この群れの中でいろいろこうなんか喧嘩して殺されちゃうとかね、そういうのもねあったんだろうなっていうふうに思いますね。あとは江戸時代とかだとね、ちょっとふと思ったんですけど、こうやっぱりなんだろう、あの頃って平均寿命って何歳でしたっけ？ 50 歳いかないぐらいなのかな。ただね、こう世の中でね、こう辻斬りとかね、その辺で通り魔ですよそういう危ないやつがいたりとか、あとはこう病気とかになっちゃったらもう死んじゃうっていうのがあるじゃないですか。コロナとかがね江戸時代に流行ったら、普通にみんな死んでたと思うし、普通にねコロリとかちょっと似た名前でねコロリとかもあったじゃないですか。コレラねあとは水疱瘡とかね、そういろいろこうウイルス系のものが流行って死んじゃうっていうのもあるし、普通に今では治る病気とかも、昔だったらそれにかかったら、当たり前のように死んじゃうっていうのがあれだったし、盲腸とかもそうですよね。手術とかできないし、だから江戸時代とかに盲腸とかになったら最悪ですよね。もう痛みに数日間苦しんで、結局はその部分が腐って多分死んじゃったりしてたと思うので、
こう本当にこう痛みに苦しみながらというかね、もう大変な時代ですよね。さらにさっき辻斬りなんていう話もしましたけれども、そういう一般的にねこうスリとかが夜こう襲われて、夜とか出歩かないようにするとは思うんですけども、こう普通に殺されて奪われて金品とかね死んじゃうっていうのもあるし、あとはあの時代ってよく考えたら武士とかがその辺の町とか普段一緒に住んでて、あの人たち腰に刀下げてるじゃないですか。普通に街中にね刀下げてるやつらが普通に歩いてるってめっちゃ怖くないですか？そうそう、だからそれがこう正義の味方みたいな、このすごくこういい人だったらいいんですけど、要はサイコパスに生まれた人間がこの武士っていうね階級に生まれて腰に刀下げて街を闊歩してたらもう最悪ですよね。でもそれが普通にあった時代なわけですよね。でそれでさ、よく無礼を働いたとか、なんか成敗してくれるわみたいなね、そういう時代劇とか小説とかで、時代劇かな、ありそうなセリフが実際に多分あったんじゃないか、イチャモンで殺されるみたいな。しかもなんか身分の違いとか、なんかこう無礼を働いたとか、こう適当なことをでっち上げられて、それを正当化させちゃうとかね、そういうのもできそうじゃないですか。いやー恐ろしい時代ですよね。そんな感じで普通に元気にこう暮らしてても、いきなりとばっちりそのサイコパスな武士に会って切られちゃうとかね、あるかもしれないですよね。だからその普通の町人とかに生まれてね、例えばフィジカル的にはすごく腕っぷしも強くて、すごい喧嘩も強くて、すごくこう精神的にもすごいいいやつでとか、そういうやつとかでもなんかね、武士とかにねとばっちり受けて、それで下手に手出して勝っちゃうわけにもいかないですよね。そしたら家族とかにもね、このとばっちりがいっちゃったりとかしたら大変ですし、だから身分があってサイコパスが刀を持ってて、普通にそういうやつらが歩いてる時代って、そういう意味でも平均寿命が少なくともちょっと減ってたかもしれないし、恐ろしい時代だなって思いましたね。私とか結構普通になんか50になる前に死んでたかもしれないなっていう風に思いますね。あとは同じそのお武家さん、武家とかに生まれててもね、ちょっと話がねそれちゃうんですけど、敵討ちとかいうのがね制度上認められてた時代じゃないですか。だからそれはそれで恐ろしいですよね。なんかそれが本当に正当性のある敵討ちで、本当にこう悪者に対して敵を討ってやるっていうんだったらまだしも、これって敵討ちなのみたいな、なんかそれでこうその藩主の命令で敵討ちのに任命されてとか、任命されるのも嫌だし、なんかなんでこれで敵討ちの対象になっちゃうのみたいなことで、こう一生涯逃げ続けなきゃとか、そういうのも嫌だし、この自分が住んでる藩とかを脱藩してだから今で言うと日本から無理やり逃げてみたいな感じですよね。それも最悪だしっていうで、もしその敵討ちで見つかんなかったとしても、私の人生をね、この私が男だった場合ですけど、一生涯こう私を殺しに来るやつがここを見つけてやってくるかもしれないみたいな、ビクビクしながらね、こう世に出ることもできず、こう大っぴらに仕事もできず、ひっそりとね逃げながら過ごすとかね、最悪だし、敵討ちに出たやつもね、こう生涯をかけてとかね、最悪だしなんだろう。それ言ったらさらにこの武家に生まれて、それで結婚とかした際にこうあんま好きでもない
やつと結婚しなきゃなんなくてでさっきみたいにサイコパスの旦那とかだったら最悪ですよねなんかうわーもう最悪みたいなでさらにこうもうねこう親とかが決めたとこに嫁がなければならないけども、でも嫁いだ後に素敵な人に出会ってしまってその人を愛してしまったとかねそしたらまた最悪ですよね。もう本当にそう、それでこう、不倫とかをしてしまったらね、こう初めて好きになった人ができてその人とお互い同じ気持ちでもう命を懸けて不倫をするみたいなねほんと命を懸けてって怖いですよね。だから昔だったらこう不倫とかするのがバレちゃったら、不倫っていうのは不義3つなんて言われてますよね。そしたらそれがバレたらなんだろう、夫とかはこの制度上相手を殺していいわけですよね。なんて恐ろしいだからこの手打ちしてもいいんですよね。夫も不倫相手も殺していいし自分の妻も殺しても罪に問われないんだったかな、なんかそういうのがあったと思うんですよね。だから本当に不倫したら死刑みたいな死刑っていうかその夫から殺されても法令上なんかそういうのがあるっていうのがいや恐ろしいですよね。だったら心中しようって思いますよねなんかごめんなさい、なんか話が何の話かな、とにかく江戸時代だったら50まで生きてなかったかもなっていうことを思ったのと、武士に生まれた人がサイコパスだったら私が住んでる町とかにもそのサイコパスが刀引っ提げて町をかっ歩してたかもなって思うと今の時代に生まれてよかったって思ったっていう話です。何の話かちょっとあれなんですけど、そんな感じで夏日が最近は暑いですねっていう話でございました。それではまた。